では皆さんお席にお着きでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、もう定刻になりましたので、それでは早速始めたいと思います。本日こちらにも表題の方にもありますウクライナに学ぶ緊急学習会ということで、本日マリア・ヴィニツカさん、ウクライナの人の心を癒すというところでお話の方いただきたいと思います。限られた時間とはなりますが、はい、始めたいと思います。では先にですね、主催者挨拶ということで黒田節子さんお願いします。皆さんこんにちは。お忙しいところありがとうございます。コロナでね、本当に不自由な思いしております。本当はもっと大きな会場でやりたかったんですけど、いろいろと問題があるみたいで、これが今日はここで、来ていただきました。ですね、主催者はここに書いてあるようにチェルノブイリ法日本版を作る会、郡山の会、略称シャガの会って言います。小若さん、今日の小若さんと、それからウクライナからはるばるおいでになって、今月の1日に来られたそうです。初めて来日された、マリアさんのお話を今日はたっぷりと聞いていただきます。ウクライナ本当にね、ひどいことになってますよね。原発が狙われるという、まさにあそこに書いてあるように原発が原爆になる恐ろしさ、これはね、やっぱりこのような形でまざまざと私たちの目に見える現実のものとしてなるってことは、本当にあまり考えられなかったんだけど、突然こういうことになってしまいまして、そのあたりの話を詳しく今日は、聞けるのかなと思います。実はですね、小若さんとの出会いはですね、2011年が福島原発でしょ。2012年に、チェルノブイリに行くツアーを小若さんが主催されていまして、その何回目かの時には3回目でしたかねの時にはご一緒させていただいた、それ以来の縁でございます。そして今日実は私は昔の資料をちょっとひっくり返して分かったことなんですけど、ちょうど10年前の9月24日に私たち一行がね、キエフに行ってるんですね。ちょうど10年前で、あの時のことをいろいろ思い出しまして、あの時で言うと26年後の福島、26年後の福島を私たちは見に来たんだろうかっていうようなね、そういうなんか切迫感を持ってツアーに参加していました。で、子どもたちの専門のがん病棟だとかね、ドクターの話だとか、それから、学校にいて子どもたちの話を聞いたりとかですね、いろんなことを思い出しまして、そしてね、そこ集団で避難された村に訪れたりね、いろんなことをしました。そしてあの時本当にまだ美しかったキエフ、今なんだっけ、キーウィって言って、今マスコミではキエフで、昔はキエフって言ってたんですけど、そこの町が今とんでもないことになって、本当に胸が痛い思いをしてます。それでですね、その2013年に初めてね、福島の子どもたちの甲状腺がんがね、発表されたんです。はい、ごめん時間がね、初めてね、3人っていう数字が初めて発表されたの。それからうなぎ登りですね。今もそれとどまっていません。そんなことをいろいろ思い出しながら、今日はしっかりと話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速マリアさんの方からお話の方を伺いたいと思います。マリアさん、よろしくお願いします。Okay, is it working? It's working. Okay. Good day, everyone.
Thank you very much to Mr. Kawaka and to his team, and thank you very much to the organizers for organizing and hosting this meeting today. 小涌さんの主催者をはじめに皆さん今日の集まりを主催してくれてありがとうございます。And thank you, dear people from Fukushima, for your interest to Ukraine and for your care. あと福島県の皆さんにウクライナに興味を持ってくれてありがとうございます。I would like to share with you my personal story and my professional story from Ukraine, from the war of Ukraine. 今日は、今ウクライナで行っている戦争に対して自分個人の経験と仕事上の経験を皆さんにお話したいと思います。My name is Maria. I'm from Kiev. I'm Ukrainian and I'm from Ukraine. 私はマリアで大丈夫ですか？ウクライナのキエフ出身です。On the screen, you can see the girl who is crying. She lost her father. 今画面に見えているのはお父さんを亡くした泣いてる女の子の映画が映ってます。She lost her father because of the war, and as we all understand, when there is war, people lose other people. ご存知の通り戦争が行うと人が、誰かが親切な大事な人を失うことになります。Next slide, please. 次お願いします。はい。Maybe a few words about myself. I worked in public health for many years, and I have been practicing psychology since 2007. 私はマリアさんは長年、医療関係の仕事をしていて、今は心理学の仕事をしています。I'm passionate about health, about healing, and about well-being of people. 私は、人の健康と人を癒すことに関しては熱心に働いています。And fortunately, in the last 2 years, I'm not working alone. I have a team. この2年は一人ではなく、チームと一緒に働いています。We created Ukrainian Psychology Center, The Soul, and I will tell you a little bit about our work and our colleagues. ソウルという心理学センターを作って今それについてちょっとお話しします。Next slide, please. 次お願いします。This is the building that I can see from my window. これは私の窓から見える建物です。This building, this is from the missile attack. これは爆弾に落とされた建物です。So the missile hit the building across the street from mine on day 3 of the war. 戦争が始まって3つ目の日に私の事務所から見える建物が It was February 26, and the war started on February 24. 戦争が2月24日に始まってこの事件が起きたのは26日のことでした。So we were all in shock in Ukraine, but when you see something like this from your window, you even don't have time for your shock. 窓からこんなことが見えてくるとショックを受ける暇もないんです。Next slide, please. 次お願いします。Japan has prefectures. Ukraine has regions, oblast. This is the map of Ukraine, which shows you different regions of Ukraine. 日本が県に分かれていると同じように、ウクライナはこういうふうに地方に分かれています。Before the war, we have never seen our map in red color. 戦争が始まるまでは自分の国の地図を赤色で見たことはなかったんです。So what does this red color mean?
この赤にどういう意味があるかというと、It means that a particular region is under threat of a missile attack. 意味としては、その地方は爆弾に落とされる危険があるという意味です。And here you can see the whole map of Ukraine, and every region is red. It means that every region was or will be hit by the missile. 今見えるように全国的に赤になっているというのは全国的に危険な状態に陥っています。We all have cell phones, and we have different applications that are sending us notification about the missile attack, like Fukushima, Saitama, like Kyiv, Zaporizhia. So every region has a local application. みんなスマホを持ってて、その地方によってアプリがありまして、どのアプリかというと、日本で地震が発生するというようなと同じようにこれから攻撃されるよというアプリなんです。And from the moment there is the notification that there is a danger of missile attack, we have about 20-30 minutes to hide, to go to the bomb shelter. その警報を発信してからその防空壕に入るまでにだいたい20分から30分ぐらいしか時間がないんです。Next slide, please. 次お願いします。Since February 24, we heard air raid sirens notifications about the missile attacks every day and night. その24日から毎日毎夜その警報器が鳴ってます。I was in Kyiv from day one of the war, and I stayed in Kyiv for 4 months. 私はその戦争が始まった初日にキエフにいて、それから4ヶ月くらいずっと滞在してました。In March, we had days when we heard 15, 17 times per day air raid siren. 3月には1日だけで15回、17回ぐらい警報器が鳴る日もありました。So every day we hear the air raid siren. We know that in 20-30 minutes, if our defense force don't catch them, someone will be killed, buildings will be destroyed, something will be damaged. 警報器が鳴って大体30分以内にウクライナの軍隊が何かしない限り爆弾が落ちてきて人が殺されてビルが壊される可能性があるということが分かります。And this is a very strange war now because of technology. You can see everything in 20 minutes, in a second. 今技術がここまで進んでてもう全ての情報が20分以内にスマホに入ってきます。So every day from the beginning of the war, we see a lot of death and devastation. なので、その戦争が発生した初日から毎日のように人の死亡やビルの破壊の映像が映ってきます。Next slide, please. 次のお願いします。This is my post on Facebook. I use Facebook a lot, and you can see the date is February 25. It's the second day of the war. マリアさんの Facebook のページで日付は戦争の2日目の2月25日になってます。This photo was taken in the subway. この写真は地下鉄で撮られました。And I decided when the war started, I have no idea how many days I have left, but every day I'm going to do a journal to share with my friends and international colleagues what's happening in Ukraine. 戦争が始まって、いつ死ぬかわからない状態になってたんですけども、マリアさんが友達と同僚に状況がわかるように毎日この日記を作るように決心しました。
So if you use Facebook and if you go to my Facebook, you will see a lot of publications. Every day I was doing media review and I was writing about my own experiences. なのでマリアさんの Facebook を見るとマリアさんが毎日経験したことがもう読めるようになってます。So on that day I wrote that there is shooting on the street, some buildings are on fire, that I saw my mom and she is still alive. この2日目の2月25日に書いた内容としては街で人が射撃してて火事が起きてでもお母さんはまだ無事だということが書いてあります。And that I've realized that my life has to become packed in a very small bag. で自分の生活を小さなカバンの中に入れなきゃならないということに気がつきました。Next slide, please. 次お願いします。So first, I thought that my life can be packed in a backpack and in a suitcase. 生活に必要なものを一つのリュックと一つのスーツケースに入れられると思ってました。Next slide. 次お願いします。But after shootings on the street and running many times to the bomb shelter, I've realized that you cannot run with the suitcase. ただし何回かそのスーツケースを持って避難した後はやはりスーツケースでは無理だということに気づいてリュックだけにしました。So my whole life was really in one backpack. My passport, my diplomas, little snacks, a pair of socks, a tin of tuna, and a bottle of water. なのでそのパスポートとか靴下の靴下の予備とか水とかお菓子とか全部生活に必要なものを一つのリュックに入れてました。And the most important tool for my work is cell phone and laptop and the chargers. で仕事に一番大事なのはやはりスマホとそのノートパソコンと充電器。Next slide, please. 次お願いします。So, Ukrainian subways are in big cities like Kyiv and Kharkiv. 地下鉄はウクライナの大きい都市キエフとかハルキフにあって。In Ukraine, the subway is really mostly underground. That's why they were pretty much the only available bomb shelter. 地下鉄の駅はほとんど地下にあるので、唯一防空壕として使えるところであったんです。People were sleeping in the subways. Some people would stay in the subway station for weeks because they were afraid to go out. They brought their animals there and also their suitcase and everything they had the most valuable. 外に出るの怖くて、もう何週間も地下鉄に滞在する人がいまして、人によってはそのペットとかも連れてきて滞在してました。Later, people started having even press conferences in the subway. They had their work meetings in the subway. People organized little kindergartens in the subway, so subway became a home, a place of living for many Ukrainians. 次第に地下鉄の駅で記者会見を開き、会議を開き、ちょっとした保育園を作ることになって、その地下鉄が生活の中心部になりました。Next slide, please. お願いします。These are exhumation of the bodies of dead bodies in Izum. Burying them? Taking them out? Yes, he's taking them out. Exhumation of dead bodies in Izum. Izum is the eastern part of Ukraine. これはウクライナ東部にあるイズムという町で死体を埋めてたところから取り出す場面です。
You probably heard about Bucha, about Irpin, about Mariupol. Izum is something that has happened recently because our army kicked Russian army out, so now Ukraine has access to this area. これは最近ウクライナ軍が逆襲してロシア軍をこの東部から追い出してるから何ヶ月ぶりにこの地方の中に入れてこういうことができるようになりました。This is just one of the examples, and many bodies that are now being found, they have many signs of torture. でここで見つかった死体の中には明らかに拷問を受けてた死体もいくつかありました。Since Russia invaded Ukraine, Ukraine has become a place of very tragic news every day. News about torture, mass graves, crimes against women, children, elderly. そのロシア軍がウクライナ侵攻してからウクライナではひどいことが毎日のように起きてます。それは子供に対する暴行や女性に対する暴行や人殺しやいろいろとにかく毎日のようにひどいことが起きてます。We're not even talking about the losses in the army, we're talking about the losses among the civilian population. They are targeting civilian population, museums, churches, hospitals, shopping centers, places where there are many people. これは軍人の話ではなく、ロシア軍が普通の人、一般人を狙ってて、その人が人の教会とか店とか家とかを狙って攻撃してます。What Russia is doing now, it is genocide. これは簡単に言うと人殺しです。Next slide, please. 次お願いします。I want to tell you a little bit about my life and my family. This is my brother. これはちょっと自分の人生についてお話しすると、これはこれお兄さんです。His name is Alex, and he is a radiologist, X-ray specialist. アレックスという人で、放射能専門家です。Before the war, he worked in the hospital. 病院が始まるまでは病院で、戦争が始まるまでは病院で働いてました。When the war started, he joined the army. 戦争始まったら軍に入って。As many other people, professional people who work in IT sector, artists, managers, teachers, many men left their jobs to join the army with no military training. 全く訓練を受けたことなく、仕事を辞めて、普通の先生とか IT 関係の仕事とかいろんな仕事をやってた人たちがその仕事を辞めて軍に入りました。And actually, in Ukraine, we saw a very interesting phenomenon. Maybe you know that sometimes when the government, when the state wants men to go to the army, they are looking for excuses how not to go there. 普段というかよくある現象としては、何か戦争が起きて政府は軍に入ってくれる人を探すと人が大体入らない言い訳を作る。But in Ukraine, many men and women too, they wanted to join the army. They did it voluntarily. ウクライナでは今回のウクライナではたくさんの人がもう自分から希望して軍に入ったわけです。Because we all understand that this is our home. We have nowhere to go. We have to protect our home and our land. なぜかというと、ここは我々の国で自分たちで守らなければならないという考え方だったんです。Next slide, please. お願いします。Since my brother joined the army, his life changed a lot comparing to when he worked in the hospital. もちろん、病院の生活に、
前の仕事に比べるとお兄さんが今まるっきり違う生活を送ってます。He cannot tell me a lot of details about what he does, where he is for safety and security reasons, so I hear from him not very often, and usually it's, "Are you ok?" Yes, I'm okay. セキュリティの理由でお兄さんのあまり詳しいことをマリアさんに伝えられないんですけれども、大抵のやり取りは元気よって終わります。But what I do know that he goes to the funeral a few times a week. でも一つ知ってるのは週に何回かはお葬式に出ることになってます。Saying last goodbyes to his friends, to his colleagues who got killed. 殺された友達や同僚への最後の見送りになります。Next slide, please. お願いします。This is my mom. Her name is Natalia, and she's a medical doctor. She's a neurologist. これはお母さんのマリアさんで、マリアさんは、医者さんで、神経科が専門です。When the war started, my mother was working in the hospital in Kyiv Oblast, in Kyiv region. 戦争始まった時点ではお母さんがキエフの病院で働いてました。Next slide, please. お願いします。And I was worried about her a lot because when the war started, Russian troops were already in the Kyiv region. They didn't surround the whole city, but they were very close to the city. その戦争始まった時点でロシア軍はもうすでにキエフのすぐ近くにいたので、とても心配だったんです。And we have seen on the news all the time photos and videos how ambulances and hospitals were targeted. ニュースでも何回見たんだけれども、病院や、救急車が何回も狙われてた。Many medical doctors actually trying to save their patients lost their own lives. そこでも何回か、医者さんが、患者さんを助けようとして自分の命を犠牲にしました。So I was worried a lot about my mom every time she would have to go to work because it was quite a distance. なので、お母さん職場までは相当な距離があったので、毎日マリアさん心配してました。And she had to go to the areas where Russians were already present. しかもそのロシア軍がいた地方に仕事に行くことになってました。Next slide, please. お願いします。This is a pharmacist from Kharkiv. She works in the pharmacy. これはハルキウという町の、薬剤師です。As my mother, basically she is a colleague of my mother. She is also a doctor. She went to the pharmacy to sell drugs. お母さんの同僚で薬の販売のためにその薬局に行ってました。Kharkiv was under attack many times in Ukraine. ハルキウは何回も攻撃を受けてた。Medical doctors, hospitals, maternity wards, pharmacies, they were also attacked many times. その医者さんとか薬局、小児科も何回も攻撃を受けてました。And you can see how this woman looked before Russians came to Ukraine and after. これは戦争が始まる前と後の写真になってます。And every time we see images like this, even when we don't know the people, we understand very well it can be my brother, it can be my mother, it can be my husband, it can be my friend's children, it can be me. こういう映像を見ると、直接知ってる人じゃなくても、次はやはり自分か自分の友達、自分の親戚になるのが十分わかります。Next slide, please. お願いします。This is my piano teacher. She is a famous concert pianist in Ukraine, Tatiana. ピアノの先生のタティアナさんで、ウクライナでは有名なコンサートピアニストです。I will gladly share with you the music that she plays if you want.
よろしかったらその音楽をシェアします。And when the war started, naturally, all concerts were cancelled. She is also teaching, all lessons were cancelled. And she became a volunteer collecting money for medicines, for food, to deliver to the areas where people had nothing. 当然のことで戦争始まったらコンサートが全部中止になって自分の教える仕事も中止になってこのタニアさんが薬とか何もない人たちに送れるようにお金ボランティアとしてお金を集めてました。So many people lost their jobs, but everyone wanted to do something. 仕事を失った人はたくさんいましたけれども、みんなやはり何かそのウクライナのためにやりたいという気持ちが強かったんです。Next slide, please. I'm a psychologist, and this is my group from my psychology school. マリアさんは心理学者で、これは心理学校の友達のグループです。Usually psychologists, there are more women than men. You can see the balance here as well. 心理学者はやはり男女の割合としては女性が圧倒的に多い。その写真もその証拠になってます。So in our group we had many girls and we had very few men. 自分のグループは女性が多くて男性は非常に少なかったんです。And in the middle there is a great guy. His name is Max. This photo? This is Max? Yes, Max. Yeah, この写真に写る男性は Max という人です。Max was a marketing director. He had a very good career. He had a very good job. He was very successful professionally. マックスさんは営業の仕事をしていて、とても上手に仕事をやってました。When the war started, he said, "Girls, take care of yourself. I left my job. I'm also joining the army." 仕事始まったら、そのマックスさんはみんなに気をつけてね、俺は軍に入るからと言ってました。We haven't heard from him for 4 months. その後4ヶ月何の連絡も来てない。We spent about a year and a half together. We studied every week together. We would go for pizza, for a glass of wine. So we became all pretty close and like good friends. このグループは1年半ぐらい一緒に勉強していて、すごく親しくなって常に一緒に遊んだり食事したりしてました。By the way, he has 2 children. ちなみにマックスさんには子供2人います。But after 4 months, one of our friends in the group said that they saw on Russian channel Max that he was captured by the Russians TV channel. その4ヶ月経過したら、このグループの一人の女性がロシアのテレビ番組を見て、マックスさんがどうやら映ってました。ロシア軍に逮捕されて。Next slide, please. So at least we were relieved because we knew that he was alive. ある意味、生きてるから安心したんですけども。Here you can see the list of names in the alphabetical order. A list of names in the alphabetical order. これはABC 順になっている名前の一覧表で。You know that sometimes the countries which are having war, they still have the exchange of war prisoners. 時々戦争している国々がこの捕虜の交換をやることになります。It's a long and complicated process of negotiations, but sometimes it does take place. かなり難しいことなんですけれども、実施できる時もあります。So we were all monitoring these different lists, looking for Max everywhere. なので常にこのリストを見てて、さっきのマックスさんの名前を探してました。We have lists of people who got killed when it's confirmed. あと死亡が確認されたらそういうリストも出ますし。And we have lists of people who returned home as part of this war prisoners exchange. あとさっきの交換で
ウクライナに戻ってきた人のリストもあります。But many people are missing and there are no lists and nobody knows what's happening to them. So still there is no information about many people. ただし、行方が分からなくて、リストにも名前が載ってない人はたくさんいます。So maybe you've heard on the news just a few days ago there was a big exchange of war prisoners and about 215 Ukrainians captured by Russia were sent back to Ukraine. 多分ニュースで皆さん見たかもしれませんが、数日前にそういう交換があって、250人ぐらいがウクライナに戻れました。So we were all like, maybe he's there. その時はもしかしてマックさんがいるんじゃないかと思って、But he's not there. 残念ながらそうじゃなかったんです。But we hope and pray that we will see him again. でもある日は再会できるのを期待してます。Next slide, please. お願いします。I would like to introduce you to my team. 私のチームです。心理学者のチーム。So I'm a co-founder and partner of Ukrainian Psychology Center, The Soul. マリアさんはこの The Soul というウクライナの心理学センターの創立者の一人でもあるし、今のメンバーにもなってます。We are a team of 4 psychologists, and here you can see our psychologists, and we have a manager. この4人の心理学者がいまして、その他に1人マネージャーがいます。So it's Alexandra, Marina, Irina, and I. Next slide, please. You see this girl with a big smile? This is our manager. She's not very often on the photos, but I also wanted to introduce her to you. 左下笑顔を見せている女性はマネージャーです。So before the war, our center, we provided individual psychotherapy. Like classical psychotherapy. There is a psychologist and the person comes to talk about what's troubling them. 仕事は戦争始まるまでは個人にセラピーを提供してました。We had different educational workshops around psychology for people. あとは教育関係のワークショップも行ってて。And we have special groups for girls. と女性専用のグループもありました。To talk about love and relationships. 恋とか付き合いについて話ができるように。This topic seems to be always important, even during the war. こういうのは戦争があっても大事な話題になってます。Next slide, please. お願いします。But when the war started, everything changed. My 4 colleagues had to flee their homes because they were not safe. 私戦争始まったら全てが変わりました。さっきの同僚が危なかったからみんな家を出ました。Next, please. お願いします。Alexandra, my partner, and Inna, our manager, they are from Bucha. このパートナーのアレクサンダーさんとマネージャーのインナさんはブチャンという町出身です。So Kyiv and Bucha, it's like Tokyo and Saitama, very close. 距離的にはキエフとブチャは東京と埼玉ぐらいな距離になってます。And probably you've heard a lot about Bucha on the news that there was a massacre there. 多分ブチャで虐殺があったというニュースは皆さん見てると思います。When the war started, Inna was sending to our group chat images and videos how the buildings were on fire, looking from her window. そのインナさんが自分の窓から撮った建物が火事になっている映像を皆さんにシェアしてました。Next, please. So this is Inna and her daughter Katya, and they managed to escape from Bucha when Russians were already there. これはマネージャーのインナさんと娘のカチャさんで、
ロシア軍がそのブチャに入ってても何とかして逃げることができました。Next, please. Are these people dead? This is what Inna's daughter, Katya, asked her mom while they were running. その逃げてる間、さっきのカチャちゃんのお母さんにあの人たち死んでるのかって聞いてたんです。So it was in their yard. それ These は are dead people. 自分たちの庭だったんです。So while they were running, they were seeing many dead people lying on the ground. その逃げてるうちにあちこちに殺された人がいたのをその娘さんが目撃してました。Next, please. These are mass graves in Bucha, Irpin, Gostomel. These are little towns around Kyiv Oblast. This is mass burial. これはキエフ周辺にある小さな町、ブチャとかイエペン、ガストメルで、集団埋葬が行ってました。So this, it's like a wreath, or I'm not sure what's the right word, you know, what you put on the grave. So this is, yeah, so there are many people there. これ見えてるのはこの白石ですけれども、この一箇所にThe whole thing is recent, is it? Yeah, so this is recent. So there are about like, I don't know, 900 people or 800 people. 800、900人ぐらいが一気に埋葬されたことになります。Alexandra said that the woman in the fruit shop, where they would usually buy fruit, got killed. The director of the kindergarten, their neighbors, some of their friends are here in these mass graves. そのパートナーのアレクサンドラさんの話では、その中には自分がいつも果物を買ってた店の店長さんとか近所の人たちとか、その中にその亡くなった人の中にいます。So every time I see some news about Bucha and I see these mass graves, I understand that Inna and her daughter, Alexandra and her daughter, they could have been easily be there. それを考えると、そのパートナーのアレクサンドラも娘のキャッチャちゃんも、その中に入っててもおかしくないと。They could have been raped, tortured and killed. 拷問を受けて殺されてもおかしくなかった。Next, please. When the war started, we, as psychologists, we have to help people, but we were also traumatized. 戦争始まったら心理学者としては人を助けなきゃならないんですけれども、自分たちも相当ショックやトラウマを受けてました。But we still wanted to do something for our fellow Ukrainians, to do what we can. でもやはりそのウクライナ人、自分の国の人たちなので何かやりたい気持ちがありました。In March, we opened Crisis Center, offering people psychological help and support for free. なのに3月にはこのクライシスセンターという助けのセンターを作り上げて無料で人にセラピーを提供してました。And because now everyone is in different part of the world, we do all our work online. People can call us, they can write us, we can have a video call. 今はあちこちにいろんな国に人が散らかっているので、今の仕事はすべてオンラインでやってます。Next, please. There is a lot of grief and loss now in Ukraine. 今のウクライナには悲しみが多くて、大事な人を失ったケースもたくさんあります。Nobody, even professional psychotherapists, were not prepared to deal with grief and loss on such a massive collective scale. やはり心理学の専門家であっても、この規模の悲しみ、この規模の
悲劇に対応できるような訓練を受けてません。And I know that people in Fukushima also had very, very big and many tragedies, so I think that you know what I'm talking about. 福島県も最近いろんなひどい出来事があったのを聞いてますので、多分福島県の人たちだと同情できると思います。No, it is the situation when thousands of lives get destroyed. 一気に何千人が亡くなる状況になってます。So we did our specialized training for 2 months on working with grief, healing through grief, our whole team, because we could not even cope ourselves. なので、その戦争始まってからチームとして2ヶ月くらい専門的な訓練を受けてました。Next, please. お願いします。So our crisis center is open to anyone and to everyone, and people can reach out from any part of the world, people who are affected by the war. このセンターは誰でも利用できるし、どこの国に住んでてもオンラインでできるので、みんな気軽に利用してます。We work with men, with women, we can work with children and parents, we can work with the family. もう男女、年齢関係なく、セラピー提供できます。Everyone has their own unique story, so everyone is different, but we are doing everything we can to help people within the circumstances that they have. やはりみんなそれぞれ状況が違うんですけれども、私たちは一生懸命にそれぞれのニーズに応えられるようにしてます。Next, please. So we work with parents, and parents are always very scared for the lives of their children. やはり今そのお客さんというか患者さんというかの中には子供がいる方が多くて、やはり親としては子供のことをものすごい心配してます。When the war started, many parents realized that they can get killed, they can get lost, they can get wounded, or the child can get lost. So they started writing the names and phone number and some contact details on the bodies of their children. やはり、戦争が始まって親自身が殺される可能性もあるし、子供が迷子になる可能性もあると思って、多くの親が子供の体に名前とか電話番号、連絡先を書くようになりました。And there were really many cases when it did happen. Parents got killed or wounded, and sometimes children of different ages even crossed the borders on their own. And then they were found by volunteers or by some organizations, and at least they could know the name of the child. 実際に必要になったケースもたくさんありまして、親がやはり殺されて行方不明になって子供が一人で国境を渡ったケースもたくさんありまして、その名前が書いてあったおかげでなんとかその見つけた人は何とかできるようになりました。Next, please. I cannot write, I cannot speak. I was a journalist my whole life, but now my brain is paralyzed. These are the words of a journalist. これはジャーナリスト記者さんが書いた言葉なんですけれども、私は字が書けない。話すことができない。もうずっとジャーナリストとして仕事をしてましたけれども、今はその仕事に必要なことはできなくなりました。So this woman, because of what she has seen in the war, she has experienced something. Because of the emotional, psychological trauma, her mental and cognitive abilities got paralyzed completely. She was in shock. この女性は戦争が起きてひどいことをたくさん見たせいで
簡単に言うと頭が回らなくなりました。Of course, we understand that there is a hierarchy of needs, and there are basic needs like food, water, shelter, place to sleep. やはり、人のニーズにはある程度優先度をつけなきゃならないのは分かります。And we all understand that these first basic needs have to be covered, but でやはり最初の一番大事なのは、食べ物、泊まる場。But as psychologists, we know very well that people who are deeply traumatized, they are affected to such an extent that they lose their professional skills, they cannot work, they lose ability to communicate, they go into very dark places in their souls. やはりその、トラウマを受けて心理的にすごく苦しんでいる人もいますから、それも何とかして助けなければならないと思ってます。And very often they have nobody to talk to say what they feel, how they are doing. そういう、トラウマを受けている人たちには話し相手いないこともよくあって。No, this is what we do for our patients, clients. At least we can always listen to them. なので私たちの役割の一つはその話し相手になれることです。At least people can have a safe place where somebody would be attentive to their feelings, and sometimes only with us people can start crying because they were so much in shock. 少なくても人が楽に来れて話ができて、そう来ていただくともう初めて本当の気持ち話せるようになって初めて泣けるようになります。Next, please. There was a woman with 2 children in Odessa. She saw explosions. オデッサという町にあと子供2人の女性がいて、その女性は爆発を見ました。They decided after these explosions, because of the missile attacks, to leave Odessa and move to a safer place. それを見てオデッサを出てもっと安全な場所に移るように決めました。But even in the safe place, this woman contacted our center. She said that I have panic attacks and my child is so afraid that he doesn't want to go out. He doesn't want to leave home. しかしその一応安全だと思ってた場所に移ってもその女性は自分がパニックに陥って子供たちも家を出られないようになってたのでマリアさんのセンターに連絡しました。So very often when people, even after they moved to a safer place, but they have seen something very close, they have auditory hallucinations, they have panic attacks, they have nightmares, they have a lot of fear, even in a safe place. やはりこの爆発みたいなことを見ると安全な場所に移ってもそのショックが残っててパニックに陥ることがよくあります。So my colleague was helping this woman to work through her feelings, through her emotions, through her physiology, and the child is now going out and they're better. センターに連絡してくれたおかげでマリアさんの同僚がセラピーを提供して、その子どもたちが今はもう家を出られるようになりました。Next, please. お願いします。A young woman was married to a brave man. この若い女性はすごく勇気のある人と結婚してました。He was in the army and he went to the war zone, and when he returned home, he didn't have limbs. He lost his legs. 彼は軍隊に入って戦場に行ったんですけれども、家に戻ったら両足がなくなってました。You can only imagine the impact of such an event.
それを見てどれだけショック受けたかは大体想像つくと思います。For him, for her, for their family life. 2人にとってと、今後の生活にとっても相当なショックであった。So in our center, we were working with the woman. で、マリアさんのセンターでは、その女性と今、治療中です。And she was getting depressed. She said that her husband is depressed, that he started drinking, and he doesn't even want to go to the hospital because there is a program for soldiers to get artificial legs, but he was refusing. その女性が憂鬱になって、男性の方もやはり憂鬱になって酒飲むようになって、一応その軍人の規則を作る病院があるんですけれども、彼が病院に行くのを拒否してました。So we're also very happy that they are getting a little bit, but better as a couple now. 今はまだ少しあるんですけれども、夫婦としては少しは良くなってきました。She says that they talk more, they even started cooking together. Before they were very isolated. 前より二人との間での会話が増えてて、一緒に料理を作るようになりました。And she said that it's getting warmer between them. 二人の関係はやはり少しずつは良くなってきています。It is difficult, yes, but the husband is willing now to explore the possibilities of getting his surgery and get the artificial legs. 大変ではあるんですけれども、旦那さんの方は多分これからその病院に行って義足を作ってもらうことになります。And of course, there are many stories like this when men and women too got physically injured severely. こういう話はたくさんあります。And what we know that even when we work with one person, like with the woman, it always impacting the whole family. 私たちは、そのセンターとして家族のストーリーと、いわゆると家族全員にいい影響があると思っています。It's one of our motto. We say, by helping one, you're helping many. センターのモットーとしては、一人助けられるとたくさんの人を助けられるようになります。And we understand that a lot of work will be needed in the future to work with people who have experienced war firsthand. これからこういった仕事はたくさんあるんでしょう。For the soldiers who are coming back, for the families to embrace them back, for the communities, it will be a long process for the whole society in Ukraine. 社会全体にとっての課題にはなるでしょう。この戦場から戻ってきた軍人たちとその家族とその住んでるコミュニティみんなにとって。Because naturally after the war, many people get suicidal, they get depressed, they start drinking, they go into very difficult emotional state. 戦場から戻ってきた軍人の中には、自殺も多くて、精神的にすごく落ち込む人も多くて、酒飲むようになる人もたくさんいます。But we believe and we have seen examples of the beautiful healing power of the community. しかし、今までに何回か例を見てるんですけれども、そのコミュニティ、社会には癒す力があります。So we understand that the more community can get involved, the easier it will be for people to come back to normal life. なので、そのコミュニティ全体に動いていただけると、軍人たちがより簡単に普通の生活に戻れるようになります。Next, please. Sometimes people call us from dangerous places and they ask us, what should I do? 時々、すごい危険なところに住んでる人から連絡が来て、
私どうすればいいかと聞かれます。They ask us, should I stay? Should I leave? If I leave, how? When? ここに残った方がいいか、出た方がいいか、出るとしたらいつどのようにして出ればいいのか。So many people are facing difficult life determining decisions now. 大きな問題を抱えている人がたくさんいます。And many people talk about death. で、死について話す人もたくさんいます。Next, please. So people are losing now a lot. So what do we hear from our people? 何か失っている人がたくさんいまして、そういう人たちからどんな話聞くかというと、So from the experience of our crisis center, here are several main areas that we see where people suffer the most. ここに書いてあるのは、人が最も苦しんでいるところのリストになっています。The people naturally lose life of their loved ones, health and relationships. まず一つはやはり大事な人がいなくなったり殺されたり、健康と人との付き合いに対する問題。People lose their homes and places of living. 家を失った人。They lose work, money. They lose even personal identity, like who am I now? 仕事や金を失って、自分は何かどういう存在なのかわからなくなります。And many people lose hope and a sense of future. They ask, can there be a future? Can there be a good future? 希望を失う人もたくさんいます。もう私には未来がないんじゃないかと。Next, please. So people feel shock and denial still. ショックを受けて、拒否している人がいます。たくさんいます。People feel fear and sadness because everything they have built throughout their whole life was destroyed. やはりもう長年をかけて気づいたことが全部なくなって怖くなる人もたくさんいます。People feel a lot of pain and grief. 痛みと悲しみを感じる人もたくさんいまして。And people also feel a lot of anger, rage, and desire to kill. あと怒りを感じて逆に殺したくなる人もいます。Because in Ukraine we all know very well that we didn't invite Russians, we didn't ask them to come and save us, that they came to kill us, and we are protecting our lives and our home. ウクライナでは、我々がロシア人を誘ったわけではないし、我々は自分の国、自分の家を守らなきゃならないという気持ちが非常に強い。Next, please. So, many people feel now like many complex feelings, and they're all at the same time. Depression, rage, everything together. なので、同時に、憂鬱や怒りや同時にいろんな気持ちが混ざってて非常に複雑な気持ちになっている人がたくさんいます。But in our work, we try to help people to develop their strength and resilience. マリアさんの仕事としては、一人一人の人が自分の強いところを見つけて強くなることです。その助けになるのが仕事です。To maintain the ability to connect and relate to others. その人と付き合えるようになるのも助けにもなります。We're trying to encourage our people to have faith and to believe that there will be a good future. 信じて未来があると思ってもらうのも仕事です。And we want to encourage our people to have a desire to live. あと生きがいがある生きがいを与えるのもマリアさんの仕事の一つです。Next, please.
So for 4 months I was in Ukraine, and then I was invited by my colleagues, Dr. Danny and Dr. Ann, to Singapore. マリアさんは戦争始まってから4ヶ月くらいウクライナにいて、それからこのダニさんとDr. Danny, Dr. Ann. この2人の医者さん、ダニーとアンさんにシンガポールに来るように誘われたんです。So these are my friends and colleagues. これはまあ友達でもあるし、同僚でもある。Next, please. 次お願いします。Then from Singapore, I came to Japan. And thank you very much, Mr. Kawaka, for the invitation. で、シンガポールから小若さんの紹介をいただいて、招待をいただいて日本に来ました。How did I know Mr. Kawaka? 小若さんとはどうやって知り合ったかというと、Last year, I was translating for Japan Offspring Fund 12 Zoom conferences where Ukrainian communities were sharing their stories and expressing gratitude to Kawaka-san for their support. 去年はマリアさんはオフスプリングの会議で通訳の仕事をしてまして、小若さんと知り合ったんです。Next, please. お願いします。So this is us in Saitama in September. これは、今月の上旬かな、埼玉で行ったミーティングで。Next, please. And I'm almost at the end. 2 minutes. Next, please. お願いします。So many Ukrainians are now refugees or internally displaced people. これで、今現在避難しているウクライナ人がたくさんいます。So people are really very lost. They don't have job, they lost their family members, but somehow they have to come back to life. 仕事を失って家族を失った人たくさんいますけれども、どうにかしてその生活を取り戻さなきゃならない。And also we help our people not to go crazy, frankly speaking. あとやはり、人が狂わないようにするのもマリアさんたちの仕事の一つ。Next, please. お願いします。So, because people don't have jobs, they have very difficult feelings, they need a lot of support. 人は仕事がなくて非常に複雑な気持ちになっているので、サポートが必要です。Next, please. So what we do video sessions for the public about psychology, how to cope with stress, how to cope with trauma, how to support yourself. なので今は、このビデオ上の、ワークショップみたいなのを実施して、誰でも参加できるようになって、これからどうやって人生を送っていけばいいかというアドバイスを与えています。My colleagues and I were writing a lot. Right. On Facebook, on media. で、マリアさんもその同僚たちも今書く量がたくさんの記事を書いてます。Facebook にもマスコミにも。And also we do online group sessions, and here you can see several ladies, and they're all in different parts of the world. 今映ってる画面がいろんな国に住んでる女性たちが同時にこのワークショップに参加しています。So we run workshops where people can come and share their stories, tell how they feel, tell where they are, tell what their challenges now, and we will try to help them cope and find some solutions. このワークショップでは人が今どこで何をやってるかみんなと話し合ってでこれからどのようにすればいいかアドバイスを与えるのはマリアさんたちの仕事です。Next, please. So we, in our soul center, we want to help people to take care of their souls and also to heal their hearts. このソウルセンターでは人がそれぞれ自分の精神を大事にできるようにアドバイスを与えています。
We as psychologists, we may not be very effective on the battlefield. We cannot shoot, we cannot take the gun and help in this way. 心理学者なので実際に戦場に行って戦争に貢献できるわけではないんですけれども、But we want to help people emotionally to win this war, to continue to live and continue to love. 精神的に人の助けになれるんだったらば、これも戦争の勝利に貢献するのではないかと思ってます。Next slide. I think this is the last one. So you can find us on Facebook. This is our team. Please feel free to reach out either to our center or my contact details. And thank you very much for your time and attention. これマリアさんのチームで、今画面に映ってるのはその連絡先なので、どうぞご自由に何かありましたらご連絡ください。ありがとうございました。報告の方ありがとうございました。報告がマリア・ヴィニツカさん、そして今日の通訳してくださったのがガーリー・スプライさんです。どうぞお二人に拍手の方今一度お願いいたします。それではこのままはい、それではですね、この後に小若順一さんより食事の放射能を減らし5000人の子供を健康にすみませんはい、じゃウクライナの方のカンパということで皆さんにご協力したいと思います。今ちょっと袋大きな袋を回しますのでどうぞお願いいたします。よろしくお願いします。がどんな風にウクライナの原発がどんな風になっているかをお話ししますが、その前にちょっとだけ、10年前の映像を見てもらおうと思います。次お願いします。はい、ちょっとずれてますけど、9月27日にチェルノブイリ原発に行ったんです。その時の写真です。10年前と全然変わらない人が一人いますけど笑うのは勝手ですからね、私は笑ってませんから。ここにも彼がここにいまして全然変わってません。でこういうのがあって、次お願いします。どんどんいきますか。60枚ので僕も一応記念撮影をして、すごいもう可愛い美女が案内してくれてますけど、実は軍服を着ていて現れた時はこんな感じだったんですよ。それでウクライナの人はパールが好きなんで、淡水パールを持っていてピッと車で渡した瞬間に握りしめてずっと降りるまで離さない、みんな持ってるねってずっと言ってたんですけれども、かけてからもうニコニコで、5時が来ると普通ウクライナ人ってのは仕事をパッてやめるんですけれども、5時過ぎても延々と案内してくれて、多分素晴らしい案内になったんだと思います。次お願いします。翌日急遽一つの学校がキャンセルされまして、それで別の学校に行った時の写真がこれです。前回にですね、子供が足が痛いっていうのがあって、で足が痛いかどうかっていうのを調査に行ったんです。でこの子たちが急遽前日に決まって行って迎えてくれたんですけど、司会をしたのがこの子で、もう素晴らしい司会をしてですね、18人ツアーで、僕は一番前にいて通訳さんが横にいて、16人は後ろにいるんですけど、全員泣いていたという。で私はあんまり素晴らしい司会をするので次答えなきゃいけないんですけど、もうハラハラして歌ってくれるんですよ。それでまた素晴らしいスピーチをして、今度踊ってくれるとかって、でなかなか順番が来なくて、やっと私が返事をする挨拶をしなきゃいけないから、もうダメだと思った瞬間に校長先生が後ろから「小若さん私に喋らせて」って言って褒めまくって、場所が収まってですね、困ったら褒めりゃいいんだという教訓を得たのがこの日です。でどっか分かりませんけど、頭が痛いか腕が痛いか足が痛いかみたいな
質問するとみんな手を挙げてまして、何割かの何割ってのは6割7割8割ぐらいですけど、そのくらいの子どもが、痛いっていうのがあった。で別の学校に行ってここも調査をして、こんな感じでみんな痛いって言って、先生が横で「あんたも痛いでしょ」みたいなことを言うんで、そしたらまた手を挙げる。こんなで、こちらは別の意味で大歓迎してくれて、すごい印象が残ってるんですけれども、次お願いします。その日の夜がハイライトで、2回目に行った時に保養期間が長くて14日2週間だって聞いたんですよ。で2週間で放射能が抜けるわけがないじゃないかという話で、70日間やってみようと。70日っていうのはセシウムが体から半分出ていく期間です。でとにかく体から半分にしてみようというふうに言ったら、もう満面の笑みを浮かべて彼女が現れて「通訳さんこの人誰?」って言ってるんですけど、最初はこんな感じで、さっきの近くの村に住んでいて、もうほっといたら死ぬっていうのがあって、この人にしようというので、この人に、保養に行かせまして、南の方にクリミアです。最初はそこから転々と南を移動したんですけど、45日目までは全く良くならなかったけど、46日目からどんどん良くなっていって、ほらこんなに素晴らしいのよって言って、どこも痛くないのよって言って、彼女がこんな感じで、もちろんネックレスあげたんですけれども、ネックレスで喜んでるわけじゃありません。最初からもうニコニコで現れたんです。それでこのまま村に返したら同じようになっちゃうからっていうんで、みんなでカンパを集めて、物価高とかいろいろありますから、当時で言うとまだクリミアの紛争がない時期ですから、10倍ぐらい所得格差があって、みんなでカンパを集めて、キエフで1ヶ月暮らせる分のお金を渡して、キエフに行きなさいって言ってキエフに行かして、で彼氏と同棲して、そのまま結婚して子供ができてっていう、順当な生活に行ったわけです。でその最初に、保養を長期間やった時にどうなるかっていうのを教えてくれたのがナターリアさんですね。はい、次お願いします。で今度はもうそれ聞いたらもう翌日にはすぐ発注して、肉と牛乳を提供するから、キノコとベリーと川魚、これが汚染されたのがそれがひどいんで、そういう汚染のひどいものを食うなっていうのを小針村でやって、もう奇跡的な、6人は奇跡だってこのタチアナが言ってますから、そういうすごい成果が上がりました。それから小針村ってここですけれども、ビグニ村ってそのキャンセルされた村の家族1家族でやってもらって、こちらも素晴らしい成果が上がって、2ヶ月ぐらい、キノコと、ベリーと川魚を食べなければ結構健康になるっていうのが大体この年に分かったっていう感じですね。次お願いします。だから2013年には何をしたかって言ったら、人体影響の最低値を調査するということで、ハリコフまで行ったんですよ。すごい爆撃されてるあそこまで行って、いろんな学校を訪ねていくと、あるところからもう子供がギャーギャー言ってて、ものすごいもう外から学校のうるささが聞こえてくるぐらい子供が元気なのに、あるところからこっちに行ったらおとなしい、何の音も聞こえないみたいな。でそのギリギリのところがノビマルチノビッチっていう学校で、ニコニコしてるのは日本人が大好きだから、こんな田舎にまで日本人が訪ねてきてくれたからってものすごくニコニコはしてるんですけど、頭が痛い人って手を挙げてもらったらこんなに手を挙げ、こちらがお母さん父兄の方です。こちらが現役の子どもたち16歳までですから、それで両方とも6、7割ぐらいの頭痛の人がいて、で校長先生が食事を用意してくれてて、彼らが食べてる1食分の食事がこんなもん、1日分の食事がこんなもんだって。で検査を出してみたら 1.1 ベクレルパーキログラムというこのくらいな濃さだったんですよ。それで行ったのが3月ですけれども、5月に価格費用を上げて、5月がもう限度なんですよね。でそれはギリギリ政府で化学飼料を渡してで8月ぐらいからいろんな作物が取れてきますから、その作物は、カリウムさえ入れとくと、カリウムがいっぱい入れるとセシウムが作物に移行しないんで、食事の安全性が高まるわけです。それで食事が 0.5 になるっていうのは確認できました。次お願いします。それで翌年行った時の写真がこれで、治った人って言ったらダダダダダダと手を挙げたという、こんな感じで良くなったわけです。
こにもなんかいらっしゃいますけど、彼が来て、写真に写ってないのは一生懸命後ろで数えてるからです。五十嵐さんも帰りませんね。明日ここで講演させてもらうんで一応入れときました。とにかくカリウムの多い化学肥料を入れた、福島の栽培農産物は今は安全ですという、そういうことです。次お願いします。放射能汚染食品の基準っていうのは、日本は100ベクレルで世界は1000ベクレルまで安全だって言ってるわけですね。でそれが 1.1 ベクレルで頭痛が7割出てくるっていうのを突き止めていて、 0.5 ぐらいまで下げれば頭痛なんか一人もいなくなるということが分かった。それで危ない食品基準という本を作ったり、子どもの病気のパンフレットでデータをつけたりして一応公表をして、それでズーム会議に行ったという経過があります。次お願いします。でウクライナの専門家が驚いてっていうこの人と組んでやってまして、一番の検査機関のトップの、副所長です。ラーザレフ博士で、小若さんと一緒にするのは簡単ではなく困難でした。なぜならば彼はとても頑固で忍耐強くて人の言うこと聞かないからってその通りなんですけど、好きなことばっかりやってて、で、とにかく金僕らの方が持ってますから、向こうはもう全然金のないウクライナのヨーロッパで最貧国ですから、でとにかくいくら金出したら検査してくれるんだって言って予算を出させておいて倍渡すんですよね。だから文句言わずにやってると、次行ってみたら子供がすっごい元気になってるわけですよ。で彼らは高線量の汚染のとこしかやってなくて、低線量にしてどう直すなんて発想はなかったんです。日本の場合そもそも汚染が少ないですから、だから低線量にしか僕なんか興味なくて、どこまで低線量にしたら影響が出なくなるかって調べる気になった。全然発想が違ったんですが、彼ももう感動して、それでもう途中からはもう彼も一生懸命やるんですよ。例えばどういう論争をやったかって、牛乳ナノジチっていうのは220ベクレルぐらいの牛乳汚染がすごいです。220ですよ。これが一番危ないってことが分かって、牛乳をなんとかしよう、それはすぐ一致するわけですよ。でラーザレフは100まではなんとか下げれると思うって言うんですよ。で僕がサバ読んで70にせえって言って、で何回かやり取りをして、じゃあ70目指してやろうかみたいな感じで、そっからアイデアを出していろいろこっちがつぎ込んでいってやると、簡単じゃないですよ。でもいっぱいアイデアつぎ込んでやると、もういきなり50を切っちゃうんですよ。これすごいですよ。20何人の牛乳牛を飼ってる子供のミルクを全部検査するんですよ。彼はものすごい検査能力で。いきなり50切って、だから驚くわけで、何これはって言って、それでこうなっていってっていう、もう10切ってますから、子供は全部体内被曝がものすごくて真っ赤だったのが、真っ赤のゾーンが一人もいなくなって、オレンジのゾーンも一人もいなくなって、で全員黄色いゾーンになったっていうのがナロジチです。というようなことを次から次へいろいろ繰り返して、下げると汚染を少なくすると健康になるという話がはっきり分かった。次お願いします。で従って星北斗なんかもう統一教会系だったんだよね。びっくりしたのね、野郎って感じですけど、こんなのは論外として一流と言われる専門家も国際基準を守ってますから、1000ベクレルぐらいまでなんともねっていうのが普通ですから、それで人間で調べてないし、所詮ネズミでやってるんだしっていう話ですよ。でもう全員世界中全部間違ってるわけです。で福島県にもなんか行こうとするんだけど、県知事が会ってくれないっていうぐらいな堅くなでね。でも僕なんかはどっちかっていうと福島の農産物は安全ですよって言って、2011年のね4月の26日だったと、24日かもしれませんけど、化学肥料をまいてなんとかしようって言って通達を出してるんですから、対策は早かったんです。でそれと福島と同じことを僕らやっただけなんですけれども、分かったのは日本の基準を100分の1に下げないと安全にならないと、国際基準を1000分の1に下げないと安全にならないというのが分かった。したがって、ウクライナでドカーンと原発が爆発して、で一流の専門家は何人か全然日本は問題ないですよって話しますけど、そんなことはありません。日本だって例えば妊婦さんなんかはもう絶対に気をつけなきゃいけません。チェルノブイリの年に生まれた子どもたちの IQ が低いんですよ。なんでかって言ったら、子どもが小さい時に影響を受けてるでしょ。これが例えば1キロの時に影響を受けると、体重が50キロの女性、男で70キロになったら70倍影響力が
悪影響が大きくなるんですから、それでその前後の年と比べて少し IQ が低いっていう、そういうことになるので、単純に安全っていうふうには言えません。次お願いします。というのを前提にして、これからの話を聞かないと、ウクライナの話っていう、次行ってください。ね、要するにチョルノービリ原発なんかやったって爆発したっても関係ねえっていう話じゃないんですよ。日本だって前回で少し影響があったっていうのがあって、でいきなり占領されました、チョルノービリ原発の場合は。次お願いします。それで3月31日に撤退して、逃げ帰ったのは赤い森で木が枯れるほど放射能が降ったところを塹壕を掘ってそこで遊んだりしてたから、だからあいつら被爆して逃げ帰ったっていうことで、やっぱりロシアの兵隊は無知なやつが多かったということですね。でとにかく占拠して36日耐えてなんとか爆発しなかったっていうのはチョルノービリ原発です。次お願いします。でそしたら3月の3日になって今度はザポリージャ原発の方が占領されてしまった。攻撃して占領された。世界で初めてですよね。動いてる原発を他国が武力で占領するっていうのは。次お願いします。で出力が600万キロワットでウクライナ最大で欧州でも最大規模っていう、そういう規模の原発が今危機に陥っているっていうのをこれから見ていただきます。次お願いします。で7月のこの辺からニュースが出始めまして、7月21日ですね、原発に兵器搬入ということで、占領した後で今度兵器を持ち込み始めたという。次お願いします。で8月になってからもういろいろあります。ざっと見ていただきますが、原発攻撃双方が非難ってロシアはウクライナがやったっていう、よくそんな嘘を言うというのをずっと平気で言ってますけど、でザポリージャ原発攻撃っていうのがあります。次お願いします。8月の9日、またザポリージャ原発にまた攻撃っていうで、核燃料付近に着弾というのが8月の9日ですね。次お願いします。同じ9日、再砲撃ってこれ2度目ぐらい、作業員が負傷していたと。次お願いします。これが10日、ロシアも非難って言って嘘ばっかり言ってやがる。今度12日また砲撃っていうのがあるでしょ。だから8月に入ってからはもう相次いで。次お願いします。全紙に出ないんですよね。一番出てるのが読売と東京新聞ですね。ウクライナ原発再び危機っていうのが8月13日で原子炉1基停止。今度原子炉が1基停止しました。原子炉は今動いてるのと占領された時に動いたのは全く違う原子炉で、動かす原子炉が次から次へ違ってきてるというのはなんかよく事実は分かりなんでかは分かりませんが、事実としては違う原子炉が動いてて、それが止まったということです。次お願いします。これ一緒だ、すいません。ちょっと 2,3 枚なんかこれも飛ばしてください。これまでですか？これは出てないんだよね。そう危機再び。これは原子炉1基停止ですよね。1基緊急停止っていうこんな感じでとうとう原子炉が止まるような事態になってきたと。次お願いします。14日また再び砲撃っていう。次お願いします。22日、今度はミサイルで攻撃っていうのがあって、またいろいろこうやって日付が出てますけど、8月からとにかくロシアがひどいことを特にひどいことをやり始めた。次お願いします。それから26日、送電線が一時遮断ということで、送電線も攻撃されるわけ。これが結構危ないということです。これも原発火災で一時停電とか言って、次お願いします。砲撃絡みですね。でどうなってるかをちょっと見てもらいますと、こっちをまず見てもらえますかね。ウクライナ全体の電力網と原発がつながっていて、外から電力をもらって、それで核燃料を冷やしてるわけです。熱がものすごく出ますから、そいつを冷やして温排水として出さなきゃいけないというのが世界中に共通した
原理です。でこれが普通はメインでこれがメインなんですよ。だけど近くの火力発電所があってそこから非常用送電線がこうあってでそれも非常用であるんだけどこれが送電できずってこと止まっててで結局どうなってるかって言ったら稼働中の原発でものすごい電力ができるわけですよ。でも需要がないから外にはあんまり出さない。送電線はこっちが止まってるから外にその原発がどんなに動いていても外に出せないんで、出力を絞ってでも普通絞ったらいけないって言うでしょ。原子力をずっと高水準で保ってなきゃいけないんで熱が余って爆発しちゃうわけですからみたいなギリギリのところで、こちらの稼働中の原発でこれを全体の核燃料を冷やしているという。13万キロワット100万キロワットの原子力を13万キロワットまで落としてやるってもう綱渡りの13万キロワットって言ったら100万キロワットを13万キロワットに落とすってことは熱が余ってますからだからメルトダウンしていつ爆発するかってもう寸前で3日間動かしたっていうのがあってで全土とつながってる電源があってそれから近くの火力発電所から来るこの2つが切れてるわけですよ。でこの時点では原発からの内部送電で冷やしていたと。でこれがもしダメになったら一応非常用ディーゼルがあるんだけど10日分しか燃料がないと。それから福島があった後で移動式の非常用発電機を導入したので、燃料が2日分はあると。だから12日間は耐えられるという非常にやばいところの綱渡りが始まったわけですよ。8月の中旬ぐらいから。次お願いします。で27日、ザポリージャ原発火災で停電というのがあって、放射漏れ事故寸前だったというこんな感じになってますね。27日次お願いします。で29日続く砲撃でその核燃料施設直撃みたいな。次お願いします。でロシアの野郎が汚染予測図を出してて、お前たちの方に汚染が行くぞって言って出してるんだけど確かに行くことがあるんですけどねこっちにも行くかもしれないしこっちにも行くかもしれないしって話を、やってないわけですよ。本当に嘘つきの国ですげえなってこういう汚染予測図まで向こうが出してきたという。次お願いします。これも読売の夕刊ですけれども、原子炉から100メートルの着弾って言って結構ギリギリのところですね。次お願いします。IAEA が原発調査へ出るということになりました。次お願いします。で着く前にですね明日にも現地入りって時に、もう瀬戸際だっていうこのニュースが出てまして次お願いします。で9月の2日とうとう1機停止で最後の2機動いてたのが1機停止したんですよ。でロシア軍が砲撃したというでこの時は結構ニュースになっていて、さすが IAEA が原発制御室などを視察っていうんで、3時間ぐらいで事務局長に逃げ帰りますけれども一応2人ぐらい2,3 人残していきましたね。でザポリージャ原発原子炉停止ということ。次お願いします。これがで相変わらず砲撃が続いて6人滞在中に、砲撃が続いていたということですね。次お願いします。で原発と外部電力また切断一旦復旧したんだけどまたやってもう直してもってでロシアの砲撃が原因だということで本当に危機が続いてる。はい次お願いします。でこんな感じでプロが極めて危険だって言っててで非常用電源12日分っていうのは10日分プラス2日分という。次お願いします。何かあったら2週間後には爆発するぞってそういう感じにもうなってるわけですよ。で外部電源確保困難って原子炉事故の危険増大っていうことで、もういよいよピンチかっていうふうになると直すんですよね。次お願いします。11日さっきの10日ですからこれもすいません直してません。停電で高まるリスクで穴が開いたりいろいろやってるという見てるってことです。次お願いします。それで、外部電源また完全喪失ですね。でここが止まっ
一般的な電力源から入っていくのが全部止まって、火力発電所から来るのが全部止まって、で結局これだけしか、6号機が稼働していて、これだけで今のところ動かしているという。これが本当は一番危ないんですよ。13万キロワットなんかで動かしたらもういつ爆発するか分かんないんだから。次お願いします。ところが復旧しちゃうんですよね。これがだからここが復旧して、火力発電所から緊急用の送電網だけが一応やって、でここを止めちゃうんですよ。次お願いします。だから外部電源復旧するんですよね。13日に外部電源が全部普及して原発は全部止めました。止めたから安全って話にならないところが原発の怖いところです。次お願いします。一応確認しますけど、全部とつながる一般電源はゼロになって、原発の内部送電もゼロになって、今は近くの火力発電所からの非常送電線だけが、ここが生きている、これが生きていて、ここだけがなんとか動かしているという、これもないですけど、次お願いします。で、原子力企業の首脳が炉心用意の危険に残るっていう、炉心が溶融していって熱が出てますからね、100万キロワットってものすごいですから、でドロドロ溶けてボカンといくという話で、何が危ないかって言ったら、ここをやられたら送電線はすぐ普及できるんだけど、直撃して火力発電所を一発ボカンってやるとこれなかなか普及できませんから、そうすると12日間でアウトっていう、そういう感じなんですよ。今のところこの火力発電所は攻撃されてないんだけど、ウクライナでは各地で火力発電所が今攻撃される時代になっていてという、そんな感じです。これが9月の13日の夕刊の方ですね。朝刊と夕刊でもう記事が違っちゃってるような感じです。冷却期間はどのくらい必要かって言ったら、運転期間と同じ期間が必要です。ザポリージャ原発っていうのは全部20年以上運転してますから、少なくとも20年間は冷やし続けないと、稼働中だったら90分で爆発するんですけれども、稼働を止めて冷却に入ってますから数日間は持つんですけど、数日間経ったらボカンといくということで、これから20年ぐらいはずっと冷やさなきゃいけないような核燃料があって、でそこで熱が出てるっていうことです。だから結構長い間危険性が続くってことです。次お願いします。でここで送電線がさっき1個しかなかったのが2つ目が普及してっていうことで、結局火力発電所が生きていて送電線が1個2個普及して、で原発はもう全部止まってましてっていうのが今の現状です。次お願いします。そしたら今度は南ウクライナ原発に攻撃しやがってっていう、またこっちに南ウクライナ原発ですね。だから今ザポリージャの話を今までやってて、ここが危機一髪になっていて、原子炉が全部止まったから、一般的なイメージとしてはかなり安全になったってイメージですけど、実は危ないって話をしたんですけどね、今度はこっちを攻撃しやがったって本当にひどいことをやって、これは一応全部の新聞に記事が出ました。次お願いします。でこの野郎が30万人の動員を発表した時に核使用を排除せずということで、今度核をまた世界をもうほぼ負けてますから、これは危ないですよ。負けてる時に一体何をしでかすかってこの野郎がってことになります。次お願いします。でこれが22日、ザポリージャ原発の方にまたロシアが砲撃して送電線が損傷したということですね。で非常用発電機作動ってもう本当に危機一髪っていう、大体わかるでしょ、あんだけ説明したから。こんなのが来るって本当にもうあと12日間持たないやつを一日一日潰していくという、そういう状況です。次お願いします。これが今朝ですね。だから住民投票開始っていうのがあって、ザポリージャ原発職員が疲弊していて、ロシア兵と激しい摩擦があってっていうことです。で職員がすごいストレスにさらされていて大変だという、だからさっきまでは形式的な、非常用電源までも使うような状況になっている中で、もう職員が疲れ切って、半分ぐらいは逃げちゃってますから、残ってるのが半分で10人ぐらいは殺されてるわけです。拷問してねっていう状況で、
こういう状況に今なってますというのが、ウクライナの現状です。次お願いします。それでじゃあどうするかって言ってもどうしようもできないんで、自分の身を守ろうってことですよ。で普通の日本人は守んなくても普通の日本人は守ろうと思うんですけど、専門家のバカがですね、専門もバカな専門家がほとんどです。さっき言ったように僕らは現地に行って病人の子供が100万人いるところでですね5000人ぐらい治してみせたわけですよ。でそういう事実を全く無視して、それで県だって僕の話なんか一切聞こうとしないわけですから、でそいつらが甘っちょろい基準を見せて、でこんなに基準があって、この基準から見たらすごい100分の1だから大丈夫ですよっていう、そういうのが世界中の全ての専門家です。でその専門も知らない専門家が、安全だと言っても実はそんな信用しない方がいいというのがさっきまでの僕らの調査結果です。それで一番怖いのは何かって言ったら、半減期の短い放射能が飛んでくるわけですよ。で半減期が短いから体内から出ていくのにやっぱり70日とかかかるわけですよね、放射能ってのは吸ったら。で 70日の間に半減期が短いと全部放射能を出しちゃいますから、これが一番危ないわけです。だから爆発した初期に飛んできた放射能を吸ったら非常に危ないわけで、具体的に言うと要素131というのは比較的多く出るわけですよね。でこの一番多く、爆発直後に一番問題なのは要素131で、こいつは甲状腺の構成成分で、その甲状腺の中に要素が入ると70日以上かかる、70日とか80日とかかかって半分出ていく、半分ですよ。だからその半減期8日ですから、70日も置いといたらもう9割減っていう、そんな感じになっちゃう。9割減っていうのは体の中で核分裂してるってことですから、だからすごく危ないってことになります。だからこれをどうするかっていうのが、爆発した直後の時の対策ってことになります。次お願いします。で一つは防塵マスクが有効です。少し高いですけれども、やっぱり煙がもうもうとした工場の中でへっちゃらというね、そういうやつよりは高いですけど、ちょっと